オリジナルの絵を描くのが恥ずかしい。クリエイティブなことに憧れはあるけど自分には無理だと思う。こう思っている人、大丈夫です。あなたでも創作が好きになります。皆さんこんにちは。イラストレーター兼 YouTuber のレモタです。私は日常の感情を穏やかに表現するオリジナルなイラストを制作しています。現在はこのように一次創作を楽しんでいますが、3年前までは創作にものすごく抵抗がありました。そんな私が創作が苦手な状態からどのようにしてそれを乗り越えて創作を楽しめるようになったのかということについてお話をしていこうと思います。動画の流れはこのようになっています。それでは楽しく見ていきましょう。結論、創作を好きになるために必要なものは慣れ。創作が苦手な人がそれを乗り越えていくために必要なものは慣れです。では具体的に何をしていくと慣れることができるのか。私は自分自身の経験から2つのことをしなければならないと考えています。心理的安全性を確保することと成功体験を積むことです。一つずつ見ていく前に創作が苦手な人がクリエイティブな活動に対して抱いている感情を整理したいと思います。恥ずかしいの正体。創作に対する苦手意識は創作が恥ずかしいという言い方にしっくりくる人が多いんじゃないかなと思っているんですけど、皆さんはどうですか？私はそうでした。自分の考えたものを人に見せるのが恥ずかしいから苦手なんです。積極的にできないんです。もちろん恥ずかしいという表現は間違っていないと思いますが、私はその裏には怖いという感情が隠れているのではないかなと思っています。恥ずかしいというのは一時的な感情です。しかし創作が苦手だと感じるのは一時的なものではありませんよね。私なんかは小学生の頃から創作に消極的だったので、一時的どころか10年以上続いていました。私たちの意識の中に居続ける恥ずかしさには恐怖心が伴っている。だからそう簡単には直すことができず悩む人がいるということなんだと私は考えています。なぜ創作が怖いのか。では私たちはなぜ創作が怖いのか。私が創作を怖く感じてしまっていた理由は2つありました。これはあくまでも一個人の経験談からの分析にはなるんですけど、オリジナルを作ることに抵抗がある人の多くは共感できることになっていると思うので、それを踏まえて聞いてください。一つずつお話ししますね。理由の一つ目は自分を否定されるのが怖いからです。私は過去に自分の描いた作品を親に否定されたことがあります。相手には否定のつもりはないと思うので、もしかしたら言い過ぎかもしれませんが、私は否定されたように感じたのをよく覚えています。私は小さい頃から絵を描くことが好きでした。小学生の頃の将来の夢はイラストレーターというくらい。自分が描いた絵を周りに見せて、すごいね、上手だね、と言われることがすごく嬉しかったんです。もちろん親も私が描いたものを褒めてくれました。しかし学年が上がり中学生になるにつれて、おそらく親は私が現実的にイラストの道に進みたいと言い出すのではないかということを不安に思ったんじゃないかなと思います。私の絵に対する反応がだんだんと薄くなっていきました。冷めたリアクションが続いたので、自分が楽しいと思うこと、いいと思うことを否定されたような気持ちになり、すごく悲しく感じました。その思い出が今でもあまり良くない思い出として私の記憶に残っています。否定されていい気持ちがする人はいませんよね。その経験によって恐怖心を引きずってしまうことはごく普通のことだと思います。ちなみに当時は嫌な経験だったんですけど、今でも親を恨んだり妬んだりしているわけではなくて、もちろんいいところもいっぱいあるので、たまにそういうところあるんだよなくらいに捉えています。この誰かに自分を否定された経験を知ったことがある人は私以外にもたくさんいるのではないでしょうか。自分の考えや気持ちを人に伝えた時に変な風に見られたとか何か言われた、そういったネガティブな態度を取られたことによって否定されたように感じる。私と全く同じで、親に自分が描いた絵についてや将来の夢についてよく思われなかった経験をした人も絶対にいるはずです。私たちは生まれた時から創作が苦手なことはないじゃないですか。もしかしたら才能によって差はあるかもしれませんが、おぎゃーと生まれた瞬間から創作への苦手意識があるわけではないです。自分を否定された経験が原因で創作への抵抗を長い間持ち続けている。そのような人は私たちが思っている以上にたくさんいるんです。創作が怖いと思う理由の2つ目は失敗が怖いから
です。完璧主義だからと言い換えてもいいかもしれません。私は完璧主義者の自覚があります。先ほど言った否定されるのが怖くて表現する勇気が出ないということももちろんありましたが、自由に描いていいよと言われても何も思い浮かばないことが多かったです。お絵描きをするときはいつもアニメや漫画のキャラクターが対象でした。お絵描きイコール模写のことが多かったです。今でも鮮明に覚えている瞬間があります。それが小学校の図工の授業の時、木の板でセロハンテープの台のようなもの、テープカッターみたいなものを作っていたんですけど、その台全体に自由に絵を描いていいよっていうことだったんですね。みんながどんどん描き始める中、私は周りが何を描いているかっていうのをこっそり観察していました。描かれるものの相場を知ってからじゃないと取り掛かりたくなかったんです。自分は今ここで何を描くべきなのかということを第一優先で考えてしまう癖が当時からありました。そしてそれに沿っていいものを描かなきゃという気持ちだけが先行してしまって、逆に自分のアイディアが追いつかない。それによって何も描くことができませんでした。まさに完璧主義ですよね。今こうやって昔を振り返ると、小学生ながらめちゃめちゃ窮屈な考え方してたなって思いますね。書きたいものを書けばいいじゃんって感じですよね。多分その何を書くべきかという外から決められた理想に固執してしまって、柔軟になれない、自由な発想ができないというのが幼少期からの私の特性としてあったんだろうなと思います。私は日頃から SNS で様々な絵描きさんのイラストやクリエイターさんの作品を見ているんですけど、中には独創的で唯一無二な作品をバンバン出している人もたくさん見受けます。その人と比較するたびに私は発想力の根本的な違いを感じます。このように発想力に乏しい性格なんだと初めからストッパーをかけていることによって、余計にね、何も書けなくなってしまうみたいなことにつながっているという心当たりは十分にあって、その意識も直していかないといけないところなんだなっていうことは思いますね。というように、私たちが創作を怖く感じてしまうのは、自分を出して否定されるのが怖いとか、完璧を目指しすぎているということがあると思います。創作を好きになる方法。創作への恐怖心の原因が分かったところで、いよいよ私がどのように創作を好きになったのかということについてお話ししていきます。はじめに創作を好きになるためには慣れが大事だということをお話ししました。私はとにかくオリジナルなイラストをひたすら描くことで創作に慣れて創作が好きになることができました。では、その慣れのために私がしたこと、心理的安全性を確保することと成功体験を積むことについて詳しく話していきます。まず一つ目の心理的安全性を確保することについて。これはつまり自分のメンタルを守ろうということです。そしてそのためにインターネットを活用しましょう。先ほどから話しているように、創作が怖い理由の一つとして自分が否定されることへの恐怖心があるじゃないですか。自分の書いたものに否定的な態度を取る人、そのような人たちにその態度を直してもらうことはとても難しいです。時間も労力も必要になりますし、相手が自分に対して感じているモヤモヤが完全に消えるわけではありません。相手も一人の人間なので、自分の主張、考えがあって当たり前です。人を変えるよりも自分の行動を変える方がいろいろと簡単かもなと思った私は、自分が否定される場所で作品を公開するのはやめよう、受け入れられるところで作品を公開しようと決心し X を始めました。やっぱり SNS には私の創作を否定する人はいませんでした。ただ、もちろんこのように始めた当時は画力も全然なかったので、見る人数もそれほどいなければ、いいねもフォローもほぼなかったんですけど、でも私が絵を投稿しても誰も否定的な顔をしない、ネガティブな反応をしないという環境がすごく私には救いで、周りの目を気にせず創作をすることができました。そして自分でも大きく実感できるほど発想力が成長しました。次に2つ目の成功体験を積むことについて。SNS という心理的安全性が保たれた場所で、私は少しずつオリジナルの作品を公開していきました。はじめはオリジナルを作ることが恥ずかしくて怖くて本当にしょうがなかったんですけど、まずは既存のキャラクターの二次創作、
それも人物だけを描くところから始めて、徐々にオリジナルキャラクター、さらには背景付きの一次創作へとレベルを上げていきました。1枚創作、描けた。また1枚創作、描けた。よし、もう1枚創作、描けた。といったように、いきなりすごいものを描こうとするのではなくて、何か些細なことでもできるようになったことに意識を向けて達成感を感じながら描き続けました。このように成功体験を重ねていく中で、私は創作してもいいんだ。私も創作できるんだ。と思えるようになっていきました。物語の創作は克服難易度が高い。ここまで私が創作に対する苦手意識を克服した方法を聞いていただいたんですけど、実は完全に克服しているわけではありません。以前に比べたらだいぶ成長しましたが、まだ怖いものがあります。それが物語の制作です。私は現在はイラストを描いているんですけど、いつかアニメーションや漫画などに取り組んでみたいなという思いがあります。ただ、いざどんな内容にしようかということを想像すると、以前感じていた怖さが蘇ってくるんです。イラストの創作には慣れたけど、アニメや漫画を描くことには抵抗がある。物語の制作だからだということに気がつきました。この物語って何かというと、意味だと私は思っています。言葉と言ってもいいかもしれません。例えば、女の子が2人笑顔で立っているとします。あなたはこの女の子がどんな気持ちでいると思いますか？嬉しいや喜んでいると思う人が多いかもしれませんよね。では、この2人に言葉を発させて意味を付け加えてみましょう。はい、どうでしょうか？左の子はありがとう、右の子は黙れと言っています。どちらの女の子も同じ表情をしていますが、抱いている感情が違いますよね。左の子は感謝や喜びを感じているのに対して、右の子は怒っている、もしくは憎しみを感じていそうですよね。視覚的な情報だけでは内容が抽象的です。大雑把になってしまいます。意味が言葉によって加わることで初めて人に伝わる情報というものも多いのです。漫画やアニメーションは物語があるということでしたが、もちろんイラストからも物語が伝えられないわけではありません。しかし、イラストよりも漫画やアニメーションの方がはるかに物語性を必要とします。漫画は吹き出しによる文字での表現がありますし、アニメーションは視覚情報に加えて音でも情報が与えられます。そして何よりどちらともいくらでも尺を伸ばすことができて、出来事の前後関係を作ることができます。それと比較すると、たった1枚のイラストではあまりにも断片的で、受け取る意味や情報量が少ないですよね。解説や説明を聞いてやっとわかる場合が多いんじゃないかなと思っています。ここで私が言いたいのが、1枚絵のイラストが劣っているということではなくて、1枚絵のイラストだと間接的で抽象的な表現ができるということなんです。なんとなくいい感じとか、なんかしっくりくるという感覚だけで絵を描いても比較的見てもらえるし、共感してもらえる。イラストは意味を含めなくてもそこそこ完成するんです。対して漫画やアニメーションはそうはいきません。先ほども言ったように吹き出しで会話を生み出したり、前後の話の流れなどを作ることが必要です。なので、この場面はどういう状況なのか、登場人物はどういう感情を抱いているのか、ただの一枚のイラストよりも伝える情報の量、意味の量が多いんです。そういう創作をしたい場合、自分の思考がより必要になってくると思うんですよね。思考って自分の頭の中で考えていることですよね。なので、思考を外に出すということは、感覚を外に出すということよりも、より自分の深い部分を見せているように感じます。漫画やアニメで物語を作ることは、自分の思考や感情をもろ表に出すという行為になるんです。ここでさっきの創作が恥ずかしいことの理由、それは否定されるのが怖いからだということと結びつきます。物語の場合は自分の具体的な思考や感情を見せることになるから、否定された時のダメージがより大きい気がするんですよね。だから怖いんです。実際私は創作の克服においてイラストの抽象的でも見てもらえるという特徴に大きく助けられていたと実感しています。私の自主制作のイラストはあまり意味を考えずに視覚的な感覚を重視して描くことが多いんですよね。なんかいいなと理由もなく描いている感じ。
そうすれば全てを語らなくてもいいんですよね。自分の深い考えを出さなくていい、自分を全部見せなくてもいいから、そういう抽象的な絵を描くことが多いんです。例えば私、レモタが何か友情の物語を漫画に描いたとします。その登場人物のキャラクターや物語の展開、それによって築かれていく人間関係を作るのは私ですよね。それを誰かが見たとき、もちろん単純に物語を楽しむ人も多いと思います。でも創作の視点で見る人もきっといるはずです。この人はこういう経験をしたことがあるのかなとか、これが正しいと思っているのかなというふうに。その時に、レモタはこういうことを考えてるんだって思われて、それを否定されるのが怖いんですよね。当たり前なんですよ。頭に思い浮かばないことは作品にできないですから。でもそれで私の思考に対して、私に対して冷めた感情を抱かれたり、突き放されたりすることがすごく怖いんですよね。やっぱり過去に否定された経験が悪い思い出として強く残っているんでしょうね。かなり繊細かもしれない。自分でこうやって感情と思考を客観的に整理していると、必要以上に怖がってるなと思いますもんね。ちょっと怖がりすぎですよね。別にこれが私の考えていることですけど、気に入らないですか？ああ、そうですか。みたいな感じで強い心が持てたらまた少し楽になりそうだと思いますよね。まあね、そんな感じでイラストの創作を習慣にしたことで少しは怖さに慣れることができたんですけど、まだまだ漫画とかアニメーションとか物語系の創作を通して自分を出すことが怖いというのが私の現状です。なのでね、創作を好きになった方法と偉そうに提示しつつも、私も現在進行形で克服中なんですよね。怖さはまだまだありますけど、でも怖いからといってイラストのアニメーション動画や漫画を創作してみたいという私の挑戦は諦めたくないんですよね。だから創作を通して自分の考えていること、感じていること、より自分の深い部分を恐れずに表に出していけるようになりたいと思ってますし、自分でもいつかできるようになると信じています。もうすでに成功体験がありますから。オリジナルイラストを描くことに少しずつ慣れて成長してきたのと同じように、物語についても自分が表に出していいと思える思考や感情から少しずつ作って公開していく。はじめは小さなものでもいいですよね。心理的安全性を確保しながら小さな成功体験をまた積み上げていくことで創作に慣れていく。そうやって恐怖心とこれからも向き合っていきたいと思います。はい、こんな感じで私が創作への苦手意識を克服した、正しくは克服しているになるかもしれないんですけど、克服している方法をお話ししてみました。いかがだったでしょうか？この動画では私が現時点で考えていることをお話ししたので、恥ずかしさの原因、恐怖心の原因は他にこういうことがあり得るんじゃないの？とか、私はこうやって乗り越えたよという新しい視点があったらぜひ教えてください。創作を好きになるためには慣れが必要だということは分かった。でも慣れる以前に何を描いたらいいか分かんないんだよと思う人もいるかもしれません。そんな方はぜひ私のイラストメイキング動画を見てみてください。どんなイラストがどのように描かれているかということを知ることでアイデアのインプットができると思います。メイキングを見ながら一緒に真似して描いてみるのもとてもいい練習になると思うので、ぜひやってみてください。他にも私はお絵描きを楽しむ過程で感じたことや考えたことを発信していて、自然や深い思考、メンタルヘルスなどに関心があります。毎月動画を2本投稿しています。ぜひ考えを深めながらレモタと一緒にお絵描きを楽しんでいきましょう。イラストや YouTube、ブログの更新はまずは X で一番にお知らせしているので、ぜひフォローしてお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。